皆さんこんにちは、グレチャンネルです。今日はですね、皆さんに見ていただきたいものがあって、これなんだと思います？キャッサバっていうんですけど、私たちがよく飲むタピオカの原料になってるお野菜みたいで、なんか熱帯性植物のお芋の分類の食べ物だそうです。なんか日本では生で輸入するのが禁止になっているものみたいで、だからこのキャッサバをこの状態の生の状態で見れるのはすごい貴重なことみたいです。私の友人の旦那さんの大輔くんっていう方がこれを自身の畑で育ててらっしゃって、それを今日は収穫するところから動画に撮らせてもらって、調理の仕方を今からここで作って説明しようと思うんですけど、さつまいもとかと同じような作り方ができるみたいなので、甘い系のお菓子にもなるし、揚げてスナックみたいな感じ、あとおつまみにもできるみたいで、作り方たくさんあるみたいです。なので今日は作り方も調理の仕方も紹介しつつ、まずは収穫したところから皆さんに見ていただけたらなと思います。それでは早速動画スタートしたいと思います。キャッサバを収穫に来ました。これは全部キャッサバの苗だそうです。今からオーナーの大輔くんがキャッサバの取り方と調理の仕方を教えてくれます。キャッサバってこの下に生えてるんでしょ？そうそう、今下なんだけど、うん。この高さがこれぐらいになったら時が収穫。これ170センチぐらいあるよ。いや、もっとあるよ。もっとあるよね。うん、まあ歩いて行ってみたら。すごい。綺麗やね。これがキャッサバの葉っぱだそうです。この下に生えてるのを今から取りたいと思います。はい。ここって言ったね。うん、まずはそれね。これね。こんな感じで切るのね。うん。なんかかわいそうな気もするけど、ごめん、もう切るの。はい。はい。早っ。秒じゃん、終わるの。早っ。うん、あ、でもね、撮ってくれてる。こんな感じですか。めっちゃ粘土みたい。粘土質。あとは大輔くんがキャッサバを掘ってくれてます。すごいね、10ヶ月でこんなに根を張るの。そうだよ。びっくりする。で、この曲がってるのは土が硬かったから、こう柔らかい方に。ああ、なるほどね。はい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 。じゃあ柔らかいところを好んで進んでらっしゃるってことね。そう、ほら、ここにもあるよ。ほら。本当だ。たくさんやね。1、2、3、4、5、6。目で確認するだけで6箇所今見える。俺今10本ぐらい入ってるしね。10本もあるの？すごい量だな。これって島からどこか、日本のどこかに持ってくの？これは全部東海地方だよ。名古屋の方にまずは。名古屋に行くの。うん。タピオカの原料になったりする可能性はこれはな今い。タピオカのブームは去ってるから食用としてね。食用なんだ。うん。キャッサバで食用、スーパーでキャッサバって見たことなかった、ないね。島では少なくともない。東京とかでも見たことなかった気がした。東海地方の外国人労働者たち、車産業でしょ。車とかバイクとか、外国人労働者たちがこれを食べるの。おー、なるほどね。はいはいはい、そういうことね。やっぱ地元では食べる習慣がある人たちだね、きっと。沖縄ではね、食べられてるんで、方は沖縄だけでは。キャッサバ沖縄では食べるんだ。そう。近いのに喜界島とか奄美では食べる習慣は根付かなかったんだね。興味深い。
じゃあはいちょっといいっすか？でこれ両手で持ってここでかいをこう持った感じでいい？これでうんあ、いい感じ、うんいきますせーの、おー、取れたよ、取れた。見て見てこんな感じ、キャッサバ裏にこんなについてた。へー、すごーい。ごめんね、ちゃんとね見てたけど私は気づかなかったよ今。言わなかったら気づかなかったのに。逆でそんな時もあります。これで全部きれいにキャッサバを切り落としました。すごーい。キャッサバさん収穫切り離し完了です。はい、さっきのキャッサバを水で洗って汚れを落とした状態がこれです。これから左右を切り落としてさらに細かくカットしていきます。はい、全部5、6センチぐらいの長さにカットしました。次にキャッサバの皮を剥きます。中にうっすらラインが見えると思うんですが、ここまで包丁を入れてかつら剥きにします。キャッサバには毒があり、皮の部分に毒が集中しているそうなのできれいに剥きます。これ面白いぐらいに綺麗に剥がれるので、この皮を剥く作業なかなか楽しかったりします。楽しい。あとは全ての皮を剥く作業をひたすら繰り返します。はい、このように全部皮をきれいに剥きました。次はこのキャッサバの真ん中にある硬い芯を取るために半分にカットしていきます。このようにはっきりと色が違うので芯の部分の見分け方は簡単です。このように全部半分にカットしたら包丁の刃元の部分を使って芯を取り除いていきます。芯の部分を取り除くのは硬くて口の中に入れたらモサモサして口当たりが悪いからです。キャッサバを茹でた後に芯を取り除く方もいらっしゃるんですが、私はちょっと熱いのが苦手なので先にこのようにカットしておきます。残りのキャッサバも同じように芯を取り除いていきます。それでは全部芯を取り除いた後は鍋に入れて茹でます。キャッサバには食中毒の原因となる青酸配糖体という毒素があるので、食べる前は必ず茹でるか水につけて毒素を抜いてから調理をします。キャッサバ全体が水に浸かる程度の水を注ぎます。それでは次に火を強火にして沸騰するまで茹でます。その沸騰した後は火加減を中火にして15分から20分、または箸がキャッサバにスッと通るまで茹でます。サクッと通ったからいい感じやね。すごいなんかさつまいもみたいな色してるね。なんかすごいお芋っぽい、お芋の香りがする。キャッサバを初めて嗅ぐと芋の香りって思う。それでは生まれて初めてのキャッサバ、まずは何も味付けせずにそのまま食べてみたいと思います。いただきます。柔らかい。なんかほのかに甘く感じる。さつまいもとやっぱり似てて、さつまいものちょっと甘さが控えめバージョンみたいな感じかも。でもこれだけでも全然食べれる。キャッサバを茹でてそのまま食べるときは調味料にマヨネーズ、胡椒、塩などを添えて食べるのもおすすめです。
それでは次に甘めの味付けにして作ってみたいと思います。火を中火にして大さじ1のオリーブオイルを引き、キャッサバの両面にほんのり焦げ目がつくまで炒めます。その後に大さじ2の砂糖を加えて全体に砂糖を絡めます。砂糖は温めると液状になるのでしっかり水分が飛ぶまで炒めます。そして最後にお好みですが、仕上げにシナモンを少し振って味にアクセントを加えて完成です。器に盛り付けるとこんな感じです。外は砂糖が固まって少しカリッとした食感で、中は干し芋のようなもちっとした食感になりました。それでは最後はキャッサバのフライドポテトを作ります。暑い時期に揚げ物をするのは地獄なので、調理時間を短くするために揚げ焼きにします。油は1センチ程度の高さまで注いで170度程度になるまで油を温めます。そして 3,4 分ぐらい揚げて香ばしい焼き色がついたらキャッサバフライドポテトの完成です。最後にお好みで塩を振りかけます。食感としては厚めにカットして揚げているので、外のカリッとした食感よりは、もっちりとした食感を感じます。味は塩のしょっぱさもキャッサバの甘みもほんのりと感じますが、やっぱりさつまいもよりはちょっと控えめな甘さという感じがします。個人的にはじゃがいものフライドポテトと同じぐらい美味しく感じます。この調理法が一番美味しかったです。お塩以外にもご自宅にあるいろんな調味料を振りかけて食べてもバリエーションが増えてとっても美味しいです。それと余ったキャッサバはジップロックに入れて冷凍しておくと長期保存が可能です。以上、キャッサバについてのご紹介でした。皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。